こんにちは。ご覧いただきましてありがとうございます。アートディーラーズ翔太郎です。今回は先々週ぐらいから欧米と日本のアートトレンドの二極化という話をですね、YouTube のライブをきっかけに最近は毎週この話をしていたわけですけれども、僕が個人的に去年ぐらいからコロナになってるんで一切海外にも行けてないですし、現地の雰囲気とかも分かってないですけれども、なんとなくインターネットでニュースを見たり記事を見たり、アーモリーショーの特集記事というか、そういうブースの写真とかを数枚見た程度なんですけど、そこで展示されている作品とかを見て、いろいろなんとなくですけど感じたことがありまして、アフリカンアートというか、アフリカンカルチャーというか、ゴーギャンだったり、ミロっぽかったりする雰囲気を感じたんですね。対照的に日本では、今はとてもライトなポップアートというか、ネオポップというかですね、漫画やイラストをルーツにした作品が主流になってきていますけれども、そこのすごく大きな差を感じまして、それに加えてこのコロナ禍の世界の状況とか、アメリカと中国の対立とか、いろんな要素を考えた時に、これからもっとそういうトレンドというか流れが二極化していくんじゃないかと個人的に思ったわけですけれども、それで日本と欧米のアートの考え方というか、そういうものの差を少し比較なんかをしてみたわけです。自分でもその話をしながらですね、いや待てよと、結論から言うと、そもそもアジアのトレンド、欧米のトレンドって一緒だったかなというですね、作品のイメージとか、絵柄とか、そういったもののトレンドというか、日本にこんなトレンドが現代アートの中で生まれるというのも初めてのことだと思うんですね。冷静に考えると、日本で現代アートがここまで渦を巻くというか話題になったり、展示会が盛り上がったりとか、作品が売れたりっていうことがそもそもおそらく初めての現象なので、トレンドっていうものを見るときに作品の雰囲気、そういうものは今の欧米とアジアだと明確に比較できるぐらい差があるなと感じているんですけれども、よく考えると作品だけではない部分、商業的な戦略だったりとか売り方だったりとかアプローチの仕方、これは後でもうちょっと話したいと思ってますけど、例えばカウズ、キャラクターとかソフビ、ファッション的なアプローチとかっていう、そういったやり方っていうのは完全に今の日本は影響を受けているというか、そういうトレンドにある意味日本のカルチャーにはまりやすかったっていうのもあると思うんですよね。そういうフィギュアとかそういうのを作る能力とか、そういったものはすごい高いものがあるんで、ですので単純に二極化するというよりかはいろいろ考えるとそう簡単ではないなと思いまして、まず一旦先週までお話ししていたことをですね、簡単にまとめましたので、そちらを見ながら聞いていただければと思いますので、最後までお付き合いください。それではですね、先週からの続きというか、先週とほとんど同じものになるんですけれども、まずコロナによってまず人々の移動が減少したと、行き来がなくなった、そして物流というのが寸断されたっていうことが結構大きい影響を与えていて、日本でもいろんな材料とか入ってこなくなってますしね。そのことによって、じゃあなるべく自分の国の中で作って需要供給を確保するようにしようとか、なるべく近くの国で資源の調達、代わりのものを見つけたり、そういったものをしていこうという動きが拡大をしているということですね。では欧米の方から見ていきたいと思いますけれども、アートはファッションの方の影響を大きく受けるのではないかと思ってまして、パリとかですね、そういうとこからいろんなトレンドが発生して、そういうものをセレブの人たちとかですよね、セレブリティの人たちが露出をかけていく、そういう影響力っていうのが欧米では特に大きいと、数も多いですし、でやはり歴史ヒストリーがありますから、そういうところも重要になっていくと。でやはり欧米っていうところで言うと、アートの中に社会問題だったりとかジェンダー、 SDGs とか環境問題ですね、こういうものが大体欧米から流れてきますよね。欧米の人が騒ぎ出してというか、そういう風になって、だんだんアジアにもそういう意味で言うと、やっぱり思考が柔軟というか、自分たちで作り上げていく、そういう能力が高いのかなと思いますけれども、それに加えてアートというのがこのヒストリーとかそういうものに関わってくると思うんですけど、教養力が高いと。西洋絵画からのルーツということになると、
ぱりキリスト教とか、聖書とかね、そういうとこから始まってますので、西洋海外のやっぱり宗教という感覚、欧米と日本に大きな差をもたらしている一つの要因ではないかという感じに思いますね。西洋美術史とか勉強してても、すっごい初めの時点からギリシャ神話とか聖書のその物語が分かってなきゃ絵が理解できないっていうね、いきなりそこから始めなきゃいけないっていう、大体多分皆さんそこで挫折してしまう。僕も相当そこはですね、きつい西洋美術史を勉強するのが嫌いっていう要因になりますけど、で日本の方ですよね、アジア含めて。で日本は、欧米の追従というふうにありますけど、ここですね、だから冷静に考えるとファッションとかそういうものに関してはありますけど、アートはよく考えたらそもそもなかったんじゃないかというですね、そのアートトレンドで追従も何もなかったっていうふうにも考えられるなと少し思ったんですよね。今が初めての経験をしてるという感じが実は正しいんじゃないかなというね、日本もですかね。日本のアニメや文化の需要が高まってくると。これはアジアでも人気がありますから、村上さんがここをすでに掘ってますけれども、結局村上さんの後すぐに誰も追えなかった空白があると僕は考えてますけど、今になって湧いて出てきたというか、そういう雰囲気になってる、そんな感じもしてますけれど、日本はやっぱり美術館がものすごい多い、宗教的なものも教育もないですし、芸術教育も浅いですから、アートは美術館で鑑賞するものという意識がとても高いというのが、そして戦後すぐに美術の発達が早かったことっていうのが逆効果になっている部分もあると。中国なんかは2000年の初めぐらいからですかね、現代アートっていうのが入ってきましたけど、その前までは何もないわけですよね。極端に言うとシャガールとかピカソとか日本人がよく教育を受けてたなんか印象派みたいなのとか、日本近代美術みたいなものはほとんどなかったわけですから、2000年代になって現代アートがドンと入ってきたと。脳のインフラが違うというか、韓国もそうですけど、ただやっぱり日本文化への関心の高さというか、そういうアニメとかイラストレーションとかっていうそこの部分はすごく、世界の日本っていう感じですから、いわゆるカウズとかがやっていたようなキャラクターとかソフビフィギュア的なものづくりというか、ファッション的な戦略、これが日本のカルチャーにうまくはまったんだろうなと最近ちょっと思ってますね。それやるんだったら日本人めちゃくちゃ強いよっていう、クオリティも高いですしね。で基本的なもうアートの構造が違うので、この二極化っていうのは当然なのかなと冷静に考えるようになりましたね。ここはもうあまり交わらないんじゃないかみたいな風にも思っていまして、特に今ロシアとかウクライナでいろんなことが起きてますけど、いろんなニュース見てるとアメリカ一強という時代がですね、陰りを見せているというような書き方をされてますけど、アートというのは経済とかにとても深く結びついているものなので、そういうのも少し影響するんじゃないかなと。そして絵柄とか、アメリカもイギリスも日本も中国も同じになるってことはよく考えたらなかなかないのかな、難しいのかなという気がしますけど、商業的な販売方式がもっと拡大していくというか、もっと大衆化されていくようになった場合ですね、今フィギュアとかいろんなものとコラボしたりとかっていうのがありますけども、そういった商業的なアート戦略のトレンドというか、そういったものは完全に影響を受けているというか、世界中がそういう流れになっていますよね。でそうなるとこの流れは一つの大きいトレンドではあるんではないかと。アートトレンドっていうとどこを指すのかっていうのが難しいですけれども、色とかそういったものではなくて捉え方というか、そこはとても大きい影響を受けているんではないかと。一言では難しいという感じでしょうかね。はい。ということで今回はですね、欧米とアジアのアートトレンドの比較を少し考えてみましたけれども、ちゃんとまとまったかどうかは分かりませんが、今回はこの辺で。いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。